忘れられない猫の話。仙台の猫の南太郎は、とにかく元気な男の子だった。怖いもの知らずで、大通りも犬のように散歩していた。健康そのものだった南太郎。あることがきっかけで、そんな生活が変わってしまいました。にゃん太郎、19歳の6月、目を傷つけてしまう。病院にも通って、普通に暮らせていたのですが、2ヶ月経っても、にゃん太郎の目は治りません。目は怪我しているものの、相変わらず元気。食欲もありました。しかし、目は、思ったより悪化していました。ある朝、大変なことが起こりました。いつも起こしに来るにゃん太郎が、その朝は来ません。にゃん太郎は、廊下でうずくまっていました。抱き上げると、怪我をしてから、ずっと閉じていた目が、開いていました。目の端が、シワシワになっていて、どんどん暗くなって、真っ暗になりました。目が破けたのです。どうすることもできず、数日が過ぎて、眼科に詳しい動物病院へ、病院を変えました。新しい病院で、いろいろ治療をしたものの、うまくいかず、とうとう、眼球を摘出する手術を受けることに。全身麻酔の手術は、あと少しで20歳になるにゃん太郎には、かなり危険な手術でした。手術の日。手術成功。しかし、すぐに体調を崩してしまう。さすがに手術は負担だったのです。それでも、1月26日の誕生日を迎え、20歳になった南太郎。3月になった頃には、元気を取り戻した南太郎。夏になる頃には、すっかり元気になった。元気すぎ。手術後、腎臓が弱って、ケアのため、2週間に1度の点滴を受けながら、2009年1月、南太郎21歳に、穏やかな日々が続いて、半年が経った頃、6月中旬の雨上がりの散歩中、にゃん太郎に異変が。ふらふらして、吐いて、急に座り込んでしまった。腸の、癌でした。治療をしないと、2週間で亡くなるかもしれない。治療を始めました。抗がん剤は、体にものすごく負担だったと思います。一時は、少し持ち直したものの、悪化して入院したりしていました。その頃、偶然物置で生まれたチョコと会いました。9月の終わりになると、にゃん太郎の呼吸が乱れ始めました。酸素室を借りました。にゃん太郎の呼吸は楽になったように見えました。私の心にも少し余裕ができて、夕方、近所の高台に行って、夕焼けで心を休めることが日課になっていました。その日は穏やかな秋の日でした。いつものようにお散歩に出て、帰ってきたら、にゃん太郎は息をしていませんでした。にゃん太郎の姿がこの世から見えなくなってしばらくして、私は倒れてしまい、
その頃、チョコはお庭にいて、物置の中で母子は暮らしていたのでした。いつの間にか、チョコは一匹だけお庭に残されていた。あの時、チョコが玄関の前で倒れていたのも、にゃん太郎の仕業なのかな。すべてのことにありがとう。